シルバー事件自体も当時作りたいっていうものというよりかはやっぱり限られたスタッフの頭数の中だったりとか予算の中スケジュールの中で何が作れるのかというところから生まれていったので、僕はやっぱりアニメでも表現してみたかったですし、実写っていうものに対してもトライしてみたかったですし、もちろんフル CG っていうもので表現もしてみたかったですし、だけど当時の考えだと全実写か全ムービーとかじゃないですか。いや別に全部やっちゃえばいいんじゃないのみたいな感じですね、本当にノリとしては。全ての表現方法っていうものを駆使してで一個にまとめるというのはある意味複数のゲームを作るんじゃないかっていうぐらいの作業量だと思うんですよ。エネルギーもそうなんですけど、でもそれをヒューマン時代にオリジナルゲームを作れなかった数年間っていうものをシルバー事件を作る1年半の中で一気にこう圧縮して数本分のゲームを作るぐらいの何かノウハウを自分が見つけられるんじゃないかなっていう、なんかそういうディレクターとしてのエゴもあったと思います。相当多くの経験をしたかったっていうことはすごく意識して作ってましたね。それこそグラスホッパー立ち上げの時っていうのは本当にどこの馬の骨ともわからない僕が社長やってディレクターやって初めて組むスタッフがやっぱ納得してくれなかったんですよ。僕がこうしたいって言ってもなんでですかっていう、だってこうすっちゃう方が早いじゃないですかとか、僕が決定したことによって今度はこれを説得する作業が必要なんですよね。それこそシルバー事件花と太陽と雨との時っていうのはそれをとにかく繰り返していってスタッフ一人一人に僕というディレクターを信頼してもらう、僕という社長を信頼してもらうというところから始まってたと思いますね。とにかく信頼関係を構築するっていうところ、それをしないとゲームが作れなかったというところがありますね。一個の作業すらもなかなかやってもらえなかったっていうことがありますね。多くのスタッフが20代だったのでもうみんな血気盛んな時じゃないですか。誰が一番尖ってるか合戦みたいなところだったので、もうそこでも勝負ですよね。もうクリエイティブのガチンコ勝負で、そこをだから上回って説得していくっていう、そういうやっぱバトルはすごくありましたね。懐かしいですね。今はだからそういう場面が一つもないのでありがたいことに外部の人とやってもやっぱりすごくスムーズというか、皆さんなんかリスペクトしていただいて、ゲーム作れてるので本当よく覚えてますよ。あるところをカットシーンでリアルタイムのカットシーンでやりたかったんですよ。でもどうしてもプログラマーが納得してくれなくて、別にムービーでいいじゃないですか、なんでムービーじゃダメなんですかって。リアルタイムで続いてきた世界だからこそそこにもうパーティクルの美しさだったりとかポリゴンの美しさみたいなもので見せたい、それがムービーじゃダメなんだよってでもよくわかんないですみたいな、なんでそんなわざわざ面倒くさいことにならなきゃいけないんですかみたいな。いやもうそういうところからですよ。もうそこから勝負ですよね。いや本当だからシルバー事件の映像を作った時の話って、あの時っていうのは本当にテレビ屋さんなんですよね。テレビ屋さんにやっぱりカメラ回してもらうんですけども、有名なシーンあるじゃないですか、高速のバーってあのシーンとか撮るのにすっげえ文句言われて、だからこれの映像を撮る意味がわからないんだよね。これこういうことでこうなんですよ、前後がないとわかんねえし撮れねえよみたいな感じですっげえ不機嫌になっていって、まずゲームというものへの偏見みたいなものはすごくまだまだ当時ありましたし、それ以前にもうどこの馬の骨ともわからないで人間のための指示を受けること自体がプライドを許さないっていう、映像の世界は違うんだよっていうね。でもう喧嘩ですよ、もう途中から。いやだからこのシーンが欲しいって言ってるじゃないですか、前後関係なんてどうでもいいんですよって、俺が欲しいのはこのシーンなんですとかでもうやり合いながら、やっぱり自分が本当名もなきものとして一個一個のもうジャンルで勝負するみたいな。でも結果的に楽しかったですよ。グラスホッパーという会社を作って本当自分の自由に作れてるっていう環境自体本当にやっぱ嬉しかったですね。本当嬉しさが常に込み上げてきて、嫌な思いがあったとしても、意外とへでもなかったというか、もうそういう日々でしたね。グラスホッパーの立ち上げって裏にアスキーさんがいて、アスキーさんからバックアップしてもらって2作品契約っていう形で会社も作ってもらったんですけども、もちろん僕は3本目もあると思って
たんですが、2本目のタイトルでいうと「花と太陽と雨」と作っている途中でアスキーさんが、ゲーム事業撤退しますっていう発表があって、で当時担当プロデューサーもいなくなってっていうことが起きて、僕らが作ってた「花と太陽と雨」とがベータ版だったんですよね。でもう完成する直前ぐらいだったんですけども、発売先がなくなって、もちろんアスキー発売が大前提だったのが、もう事業撤退なのでアスキーから発売できないんですよ。で発売する場所がない、そこから探したりとかして、パブリッシャーさん探して、その一連の出来事というのは一番辛かった時期だと思います。で最終的には当時のビクターさんが花太発売してくれることになったんですけども、もちろんアスキーさんがいなくなったので次作るあてもないんですよ。発売したのはいいですよ、花太がね。だけど花太発売した後に、じゃあ今度どこと仕事するのかって言ったらもうゼロスタートなんですよ。ヒューマンという会社は本当に鎖国してたので、僕もグラスホッパーのメンバーも外界とのつながりが全くないんですよ。だから知り合いも誰もいないので、本当にいろんなところで人づけに紹介してもらってパブリッシャーさんを探すという時で、あれは一番辛かったですね。やっぱりお金もどんどんなくなっていく中で、本当に泥臭い話ですけども、初めて銀行の借り入れしたのもその瞬間ですし、そういう借金を背負うっていう経験も初めてでしたし、だからあの時の辛さっていうものが一つ覚悟でしたよね。社長として経営者としてこのグラスホッパーをこの先まだ続けていくのかどうか。もちろんもう続けていくのはもう腹くってましたけども、乗り越えられるのかどうかっていうのは自分がすごく試された時期だと思います。誰かがやってくれるわけじゃないんですよ。誰かが用意してくれるわけじゃないので、僕が動かないと何も動かないので、やっぱりあそこでも自覚がまた大きなスイッチが入りました。自分の自覚のスイッチが。もう本当にアンプで言ったらフルボリュームにして、ギター鳴らしたら本当に吹っ飛ぶ、マーティンみたいに吹っ飛ぶので、マーティンっていうのはバック・トゥ・ザ・フューチャーですけども、最初のシーンですね、バーンってやったら吹っ飛ぶぐらい、もうそのぐらい自分のボリュームを最大限にして、とにかく動かないと、体を動かさないことには、人と会って話を交渉して企画書を作って持ち込むことしないと何も動かないので、本当に企画書3本ぐらいですかね、もうしっかりと整えて製本した企画書をいっぱい刷っていろんなところにアタックしたんですよね。ちょっとでもやっぱりこうね、糸ぐらいの形でつながったらすぐにもうプレゼンしにアポいただいてプレゼンしてっていうのを繰り返してました。でなかなか新規開拓はできないんですけれども、ハドソンさんにも行きましたね。まだお仕事もらえる前のマーベラスさんにも持ち込みましたし、なかなか大手はたどり着かなかったかな。コナミさんにも行きましたし、当時のだからそれこそアスキーの役員の方がいらっしゃって、その方にお願いして企画書をいろんな方に見せてもらったりとかっていうこともあったと思います。でもその中で結実するのって本当に 10% もないですよね。本当何%かぐらいなので、それでようやく仕事取れて一本一本食いつないでいくっていう時代だったと思いますね。キラーセブンまでは血眼になって仕事を探してるっていう、あの大きな山を乗り越えたからこそグラスホッパーがありますけども、本当最大の危機だった気がしますね。もともとね、三上さん自身がヒューマンに注目してたんですよ。ヒューマンの人たちってどうやってゲームを作ってるのかっていう、毎回ああいう不思議なゲームが出てくるのが不思議だったみたいで、誰かいい人いませんかっていうので、僕を紹介してもらって、そこで三上さんと会うことになったんですね。やっぱりもう緊張ですよ。大阪に行くのも学生時代以来ですから、仕事で大阪行くなんてこともなかったですし、しかもカプコンさんというもう金看板ですっげえタワービルで、全てがもう初体験みたいなところで、三上真司さんが目の前にいて、なんかもう何を話したか記憶はないんですけども、仕事の話は最初の15分ぐらいで、あとは三上さんの趣味の話だったと思います。三上さん時計が好きで、それこそスイスの独立時計師の人たちが大好きなんですよ。
でそういう人たちのものづくりの話を教えてもらって、でもそれって僕らのものづくりと共通するんですよね。すごく同じ思考の部分がたくさんあって、そういった時間を積み重ねていく中で僕のことをすごく見抜いてくださって信頼をしていってもらったと思いますね。シナリオの第一稿を送った時にもそうなんですよね。いろんなところで喋ってるんですけども、僕の脚本を読んだ三上さんが須田さんの脚本はすごいレベルです。それを言ってもらった時にと思って、そうなんですかって、いやそうですよ、須田さん自信持ってくださいよ、すごい褒めてもらって、自分の中であんまりそこまでだと思ってないんですよ、自分のシナリオ自体は。だからそれを言ってもらった時にじゃあ自信を持って書いていこうっていうふうに思いましたね。それこそ僕花と太陽と雨とで自分が脚本書くシナリオ書くっていうのはやめようと思ってたんですよ。なのでそれを言ってもらったからこの後も今も書いてるんですけど、当時三上さんプロデューサーで僕ディレクターだったんですけども、雑談の中ですよ。本当に雑談から生まれて、なんか多重人格じゃなくて多層人格とかってどうですかね、それいいんじゃないですかみたいな。でなんか全員殺し屋で7人ぐらいいてみたいな、キラーセブンとかいいっすねみたいな。三上さんと2人で本当にブレストみたいな形でこうして話をしていく中でキラーセブンのなんか骨格が生まれて、じゃあもうそれ企画書を作ってきますみたいな感じで、当時大阪から戻ってもうすぐにスタッフのみんなと企画書を作って、映像も当時作ったかもしれません。なんかプレゼン映像みたいなもの、そこからこう生まれていった感じですね。で本当三上さんと二人三脚なんですよ、キラーセブンって。いやなんか三上さんとだったら何でも作れるなみたいな、なんか全幅の信頼感みたいなものが大きなものに包まれているという安心感があったんですよ。なんかやっぱり見たことのないプロデューサーのスタイルでしたし、三上さん自身が一切僕に対して指示を出さなくて、もう須田さんの好きなようにみたいな。でそれこそ三上さんに怒られたのって1回だけで、本当に最終的なタイトル決めましょうみたいな時に、仮でキラーセブンだったんですよね。キラーセブンか殺し屋セブンみたいな感じだったんですけども、その時に三上さんに電話で「三上さんタイトルなんですけども、よかったら三上さんもちょっとアイデア出していただけますか?」って言ったら、三上さんすげえ怒って「須田さん何言ってんですか?」とか言って「須田さんのゲームなんだから須田さんが考えなきゃダメでしょ」とか言って「分かりました」っつって、でもう最初で最後ですよ。その時だけですよ。とにかく三上さんはもう自分で決めるのがもう当たり前だみたいな、自分で決めるのがディレクターだっていうのを本当根っこに持ってる方なので、それはやっぱ嬉しかったんですよね。僕ら下請けのディベロッパーが全て決められるわけではなくて、やっぱり自分じゃ決めちゃいけないプロジェクトってあって多いんですよね。ほとんどの開発がそういうスタイルで作っている中で、全てを下請けのディベロッパーのディレクターに決めさせてもらえるなんていう、まずこの開発環境そのものがちょっと特殊だった気がします。今はそれにほぼ近いので、それこそネットイスの誰かが何か言うわけでもないですし、僕らが全て決めていいっていう本当に当時の環境に近い、ところで作ってますけども、それは本当不可能に近かったと思いますね。当時は奇跡的な開発環境の中でキラーセブンは作ったと思います。全てそれは三上さんがさまざまな外野の意見を全部食い止めてたんですよ。結局はああだこうだみんなが言ってたんですよけどね、だと思うんですよ。それを三上さんは全て食い止めてくれて、僕に自由に暴れさせてもらったっていうのがあのゲームが出来上がった本当の真実だと思います。ノマはまずキラーセブンの反動だったんですよ。キラーセブンとは真逆のものを作りたいっていうものもあって、キラーセブンって何からの影響も受けてないものとして作っていこうっていうのがあったんですけども、ノモヒーローズに関しては逆に自分が
今でも過去でも影響を受けたものをそのまま包み隠さずハレンチに出していこうみたいな、もう本当にパロディ的なこととかもそうですし、直接的ななんかオマージュとかももう好き勝手本当に自由にやろうみたいな考え方で作ったのがノーマンヒーローズなんですよね。あとは、キラーセブンからノーマンヒーローズの間にバンナムさんで作らせてもらったサムライチャンプルーとブラッドプラスという剣術ゲーム2部作があって、剣術ゲームの3部作の最後としては自分たちのオリジナルでノーマンヒーローズというものを立ち上げていこうみたいな、なんとなく僕の中での剣術スラッシュアクションシリーズみたいなものをスタジオでグラスホッパーってスタジオ自体がこう紡いでいったんですよね。でみんながノウハウを貯めていった時期だったので、なんかその流れの中でノーマンヒーローズが自然と生まれていったっていうのもありますし、あとはちょうど Wii の発表があったんですよ、東京ゲームショウで。その時にトラビスのビーム刀と Wii リモコンが本当にバコーンってこう今しかないみたいな瞬間でバチッとこう組み合わさったっていうのがノーマンヒーローズというプロジェクトゲームをガッと押し上げてってくれた要因だったと思います。裏のメモリで回してた企画みたいなアイデアのいくつかの集合体がギュニャギュンとこう前面に出てきて、そのタイミングにうまくはまったりとかっていうこともあると思うんですよね。すごいさまざまなタイミングが完璧にこう揃ったような、なんかこのゲームいけるみたいなのがバコーンって入りましたね。計算じゃないですよ。なんかもう自然とですよ、本当に。このタイミングでとか測ってるわけじゃなくて、ノーマンヒーローズはね、やっぱそれがすごくいいタイミングで全てが揃った感じのプロジェクトですね。それこそマーベラスさんとグラスホッパーの二人三脚のプロジェクトとして、この間の3まで、作ったタイトルになりますね。任天堂スイッチの発表会に呼んでもらって登壇させてもらったんですよね。でその時に僕が登壇した時に武藤敬司選手の「イヤー!」のポーズをやったんですけども、イヤー、滑りました、グラスホッパーの須田です。あれは嬉しかったですね。そのポーズが嬉しかったわけじゃなくて、いやあの場所に僕を呼んでもらった任天堂さんの粋な計らいといいますか、なんかそれはすごく嬉しかったです。ゲームを作ってきて何か任天堂さんに認めてもらえたという一つの証な気がするんですよね。それはなんか結構胸にグッとこう来るものがありましたね。それは僕だけじゃなくて周りの人たちがみんな喜んでくれたのもあります。うちのスタッフだけじゃなくてグループだけじゃなくて違うメーカーの方が、例えばプラチナゲームスの稲葉さんがすぐ電話してくれて「須田さん最高でしたよ」みたいな感じで、本当に他社の皆さんが面白かったって言ってもらえたりとかするのがすっげえ嬉しかったですね。あれは本当に嬉しかったです。自分でもちょっとやっぱ興奮して、であんまり人前で登壇して緊張することもなかった、これまでなかなかないんですけども、あの場所はやっぱりさすがに緊張感がありましたね。ちょっと登壇する前はちょっと震えが来るぐらい、その震えっていうのは緊張もありますし、すごく高揚感もありますし、いろんな感情がちょっとあって、でもなんですかね、登壇した瞬間に緊張がゼロになってみたいな部分はそうありましたけども、あれはすごく嬉しかったです。多分ファンの皆さんも喜んでくれたんじゃないかな。うちのファンの皆さんが、多分世界中の皆さんがね、カンファレンスで相当な数の皆さんが見てくれたので、海外のなんかそのビューイングとかで僕が出てきた瞬間にちょっと歓声が起きたりとかっていう映像もあったりとかして、それも嬉しかったですし、本当に周りの皆さんが喜んでくれたっていうのがあって、一つの達成感、大きな達成感がありましたね。